今回の目的地は岡山県の東部、美作三島の一つと言われた温泉地で、心も体もほっとする旅館を発見。旅行アプリでたまたまプランを見つけたことで、ちょっと訳ありだけどお安く露天風呂付き客室に泊まれて、チェックアウト直前まで温泉を満喫できました。四季折々でメニューが変わるグルメ会席は、冬のコースも絶品で心もお腹も大満足。もしよければ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは本編をどうぞ。今回ご紹介する旅館は湯の郷温泉にある築堤です。湯の郷温泉は岡山県美作市湯の郷にある温泉地で、別名鷺の湯と呼ばれる岡山県美作三島の一つです。また美肌作りの湯として女性に人気の温泉だそうで、ならばなりましょう美肌にという目的もあって、その温泉宿の一つである築堤さんに宿泊を決めました。しかも今回は訳ありプランですが、温泉露天風呂付き客室です。アクセスは車の場合、中国道の美作インターを降りて約10分、電車の場合は姫路より姫新線の津山行きに乗車して、林野駅を下車の後タクシーで8分。今回は車で美作インターを降りるルートで訪れました。湯の郷温泉街を通り築堤さんに到着です。入り口から奥まで駐車場みたいで広い敷地だと感じました。ちなみに約80台止めることができるそうです。なので余裕で駐車できて安心しました。こちらが築堤さんの外観で、少し高台にあるのが特徴です。花、鳥、風、月の4つの館があり、ワンコ OK のお部屋もあります。それでは館内に入ってみましょう。こちらが築堤さんの館内の様子です。大きな窓があるのでフロア全体が明るくて素敵だと思いました。チェックインの時はここのソファーで案内していただきました。中央には館内マップが分かりやすく表示されていていいですね。1階から見ていくと、まずはお土産どころがありました。そこには岡山らしく桃太郎パッケージのお土産がたくさん。きびだんごなどご当地の青果も揃っているので、いくつか買って帰るのもいいかもしれませんね。やっぱり私的には旅館のお土産を見るのも旅行に来たなーって感じでテンションが上がります。ちなみにレジはフロントの隣にあります。ビールやチューハイが販売されているのも嬉しいですね。また裏側にはアイスクリームも販売されていて、ジャージー牛乳ソフトが美味しそうです。続いてアメニティ類と浴衣コーナーです。足袋やカミソリにヘアゴムなどのいろいろなアメニティ、必要なものを持っていきましょう。築堤さんらしさのある緑が映える竹柄の浴衣、違いはサイズだけなので迷いなく選べます。もし他の浴衣が着たい場合は有料ですが、色浴衣もあります。おしゃれに着こなして温泉街を散策するのも楽しそうです。帯もカラフルですね。その隣にはボードゲームなどを貸し出しできるカードがありました。カードを持ってフロントへ行くとレンタルできます。いろんな種類のゲームがあるので、お部屋に持っていけば盛り上がること間違いなし。またアラフォーの私にドストライクな
スーパーファミコンやファミコンまであるのは嬉しいですね。他にも小さなお子様連れには嬉しいアメニティもありました。エレベーターで2階へ行くと、まずは自販機があります。ジュース類が欲しい場合はここで購入しましょう。そしてこちらが築堤さんのロビーラウンジです。先ほど紹介したフロントからも階段でつながっており、広々とした空間でゆっくりとくつろぐことができました。ロビーの大きな特徴としては滝が流れています。水の流れる音を座って聞くと癒されること間違いなしですね。ラウンジの隣には飲み物コーナーがあります。ここではコーヒーなどのドリンクを自由に飲むことができます。飲み物だけではなく電子レンジも置かれていました。飲み物はコーヒー、緑茶、玄米茶、紅茶、ウーロン茶がありました。また自由に使える氷があるのも嬉しいですね。すぐ近くには2室のカラオケルームがありましたが、どうやら現在は営業休止中みたいです。そしてお子様連れには嬉しい広々としたキッズルーム。そこには大きめの室内用の遊具やチーク系といったさまざまなおもちゃがありました。これだけ広いとお子様もハイテンションなの間違いなしですね。一通りの施設紹介も終わりましたので、いよいよお部屋に行ってみましょう。道中では先ほどご紹介した施設などを案内してもらいつつ月の館へ向かいます。今回は贅沢にも天然温泉の露天風呂付き客室です。231号室が本日のお部屋なので早速入ってみましょう。今回宿泊する231号室は露天風呂付きの10畳の和室。定員は5名で十分な広さだと思います。冒頭では訳ありプランだと説明していますが、その理由は露天風呂の紹介の時にしますね。まずはお部屋から順番に見ていきましょう。10畳の和室には十分な大きさのテレビ、その下の開き戸にはセーフティーボックスがありました。ティッシュやパズルに孫の手、空気清浄機に電話や延長ケーブル、そして和室の奥には今回のメインである露天風呂。一体どんなお風呂か早速見てみましょう。畳が敷かれていて、その奥には素敵なお風呂です。この時点で訳ありが見えているのですが、とりあえず温泉を入れてみましょう。タイマー式なので蛇口1杯回すと適量まで入ると止まるようになっていました。温泉が入るまでの間、他をご案内します。戸棚にはコップが用意されており、その下にはケトルとお茶セット。美作番茶というご当地のお茶なのがいいですね。さらに下には冷蔵庫が隠れており、中には飲料用としてお水が用意されていました。踏み込みは靴を置いても問題ない広さです。和室を出て左側はトイレと洗面所です。まずはこちらのドアを開けてみると、中はトイレ。ウォシュレット付きで清潔感のあるトイレですね。もう一つのドアを開けてみると洗面所があります。
露天風呂ではシャンプー類が使用できないため、必要な場合は内風呂か大浴場をご利用ください。化粧品類は充実していて、1段目だけじゃなく2段目にもあり、全てポーラでした。3段目にはパナソニックのドライヤー、ティッシュやハンドソープもあり、紙コップがあるのは珍しかったです。洗面所の奥は内風呂です。浴槽とシャワーがあり、一般的なお風呂ですね。今回は利用しませんでしたが、あると安心です。さあ、露天風呂がどうなったか見てみましょう。温泉が入ったことによって、先ほどよりも雰囲気があります。美人作りの湯の天然温泉なので、とても気持ちよかったです。そして訳ありという意味は、外壁修繕のため眺望がなくて、16時まで工事の音が聞こえるというものでした。その点は残念でしたが、その分お値段も安く、私的には十分に満喫できたと感じています。とても素敵なお部屋だったので大満足でした。続いては大浴場のご紹介です。エレベーターで7階を降りると大浴場のフロアです。降りてすぐのところが男湯で、少し奥の方に女湯がありました。その間には待合用の椅子、かわいいタイプの小さい自販機もあり、その隣は鍵付きのロッカー、窓の近くにはウォーターサーバーがありました。これがあると温泉宿に来たなぁと思います。最上階の窓からは湯の郷温泉の街並みが見えます。そして200円で使用できるマッサージチェア。それでは温泉はどうでしょうか。築堤さんの温泉は最上階大浴場&露天風呂、 pH8.5 のナトリウムカルシウム塩化物温泉で、美人の湯としてもお肌に気持ちいい泉質です。また最上階だけあって湯の郷の景色も楽しむことができます。貸し切り風呂も2種類あるので、気軽に温泉を満喫できる素敵な旅館だと思いました。さあ、いよいよ楽しみにしていた夕食の時間です。お部屋食ということで気兼ねなく撮影できるのが嬉しいです。今回の夕食は冬のグルメ懐石プランで、お肉とお鍋が嬉しい素敵なメニューです。時間が来るとスムーズにお料理が配膳されてきました。小松菜浸し、松葉かまぼこ、六方エビ芋などの8寸、笹の中はわらび餅でした。色鮮やかな旬の3種のお作りは、カンパチ、マグロ、イカそうめんで、どれも新鮮で最高。黄色いお椀は黒ごま豆腐のカニあんかけで、いいごまの風味です。そして今日の相棒の瓶ビールが到着しました。このフグピリ辛鍋には食べ応えのあるフグがたくさん。そこまで辛くなくてペロッといけるお味でした。お肉が嬉しい岡山和牛の豆板焼き。塩やタレで食べるお肉は柔らかくて激うまで至福です。そこに白ご飯をかき込めば言葉はいらないですね。ロメワンは紅白魚そうめんで、赤と白の色合いが素敵です。銀だらゆずあん杉板焼きと焼き穴子の握りは、
銀だらの絶妙な焼き加減と穴子のふっくらが最高。あると嬉しい茶碗蒸しは鶏肉や小エビなどが入っていました。しっかりとした味付けの後のデザートは季節のプリンと朝摘みいちごにオレンジ。あっさりしたデザートなので最後まで完食です。美味しいご飯をごちそうさまでした。お腹いっぱいになったのでお部屋にあったパズルに挑戦。とりあえずアルファベットの T を作ればいいみたいですね。まあ私からすれば朝飯前のパズルです。なんてしっかりとカンニングしてましたけどね。温泉に入ってのんびりしておやすみなさい。チャンネル登録よろしくお願いします。翌朝になり朝食前に温泉街を少し散歩しました。2日目も晴れていたので早朝から歩くのが気持ちいいです。なんとなく適当に歩いていると足湯の看板を発見。これは撮影するっきゃないですね。足湯があると温泉街って最高だなぁという気分になります。温度もちょうど良かったです。足湯のすぐ近くには湯の郷鷺温泉館という施設がありました。日帰り温泉に入浴できて家族風呂まであるみたいです。散歩でお腹が減ってきたので朝食を食べに行きましょう。エレベーターで3階を降りると朝食会場がありました。どうやら大広間みたいでお腹が減っているので楽しみです。席と席との間に仕切りがあるのがいいですね。築亭さんの朝食はバランスの取れた美味しそうな和食。お漬物にじゃこの佃煮、大きなハムのサラダにナスの煮浸し、筑前煮に焼きかまぼこ、焼き鮭もありどれも美味しかったです。他には個人的に好きな味のお味噌汁、熱々の湯豆腐があるのも旅館の朝食ならではですね。そして卵料理は卵かけご飯かだし巻き卵のどちらか一品を選んで食べられるスタイル。だし巻き卵も捨てがたかったですが、私は大好きな卵かけご飯をチョイス。醤油のみの味付けでかき混ぜてご飯にかければそれだけで最高の飯テロだと思っています。デザートがヨーグルトなのも朝の胃に優しくていいですね。とても美味しい朝食をごちそうさまでした。今回は湯の郷温泉にある築亭さんをご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。露天風呂付き客室とはいえ眺望なしの訳ありプランなのでお部屋本来の露天風呂をお見せできませんでしたが、気軽に天然温泉を楽しめるのは最高でした。また優しさの宿というだけあってスタッフ皆さんの温かさを感じる接客に癒されました。そんな築亭さんの今回の宿泊料金は金曜日宿泊の3名で1人当たり約14,600円でした。訳ありとはいえここまで安い露天風呂付き客室は初めてです。もちろん朝夕のご飯もとても美味しかったので間違いなくおすすめできる温泉旅館です。もし気になりましたらぜひ宿泊してみてください。この動画が皆様の旅館選びの参考になればと思います。